はい、どうもです。今回はですね、こちら、土ほぜりっていう食材ですね。はい、ということで今日はですね、なんでこんなテンションが高いのかと言いますと、ついにですね、皆さん、マサルのオリジナル包丁が完成しました。はい、ということでちょっと今ね、かっこいい映像が流れたと思うんですけども、実はね、僕4年半前ぐらいに YouTube を始めて、もうずっと登録者100万人行くのが夢だったんですよ。で、100万人行くタイミングで、オリジナル包丁を出したいということで、去年の8月ぐらいから動いてて、登録者100万人行くの1月か2月やろうな、みたいな感じで動いてたんですけども、まさかのね、11月に行った。しかも1ヶ月ぐらい動画出してない時にワニの動画がブワッてバズって勝手に100万人いった。はい。そんなこんなでですね、こちらタイミングがずれてしまったんですけども、念願のね、マサルの包丁ができました。で、今回の包丁はね、かなり自信作です。だいぶいろんな包丁買って試し切りしたりとか、実際に勉強したりして、この包丁が野菜とか切りやすくて、普段使いもしやすくて、さらに魚もさばきやすい包丁。これなんじゃないのかなといった感じでね、選んだ包丁になっております。はい。ということでね、もう早く土ほぜりさばくとか見たいと皆さん思ってるかもしれないんですけども、せっかくこんな機会なかなかないんでね、包丁好きなんで、歴代の包丁少しだけ紹介させてほしい。めっちゃあるんだよ。今少し並べてみた。これが全部じゃないんですけど、これがね、よく見る関孫六ですね。これはYouTube 初期の頃に使ってた、僕が大学1年生上京して初めて買った包丁なんですけど、これがね、だいたい13000円とかですね。結構すぐ刃こぼれするし、魚さばくのにあんまり向いてない包丁でしたね。で、これです。いつも俺がサバイバルとかで使ってる包丁なんですけど、この包丁、めちゃめちゃ高いっす。びっくりするのもみんな。7万円です。コロナの補助金で買いました。違う、コロナの給付金で買った。コロナの給付金で、よっしゃ、10万入った包丁買おうっつってこれ買った。めちゃめちゃデザインがいいんですけど、魚さばくのには、ちょっとね、このダマスカスがザラザラして、魚の身に入っていかないっていうのがあって、あんまりね、魚さばくのには向いてなかったかなっていうのが印象でした。で、あとはね、こういう包丁を持ってます。かなり薄口の包丁。これはね、めちゃめちゃ切れ味がいい。刃がさ、普通の包丁がこんな感じだとしたら、こんな感じだよ、刃が。でもめちゃめちゃ切れ味いいんですけど、魚切るとね、秒でかけるんだよね。多分みんなね、包丁なんて何でも一緒でしょって思ってると思うんですけど、マジでね、包丁によって全然違う。びっくりする。本当にね、めちゃめちゃ切れるけどすぐ刃こぼれするわとか、刃こぼれしないけど切れ味悪いわとか、もういろいろあったんですけど、この包丁はマジでさばきやすかった。びっくりした。ちなみにお値段2万2000円です。かなりね、高級な包丁となっております。普通に野菜とか肉切る分にはもう全然大丈夫だし、サメとかさばけんよ。サメとかはさすがにさばけんけど、ある程度の魚をさばくにはもう絶対困らない包丁となっております。もう長さとかもう完璧なんで、刃の硬さも身への入っていきやすさも最高の一品なんでね、多分今ね、みんな思ったと思う。結構高いなと。これはね、俺もね、悩んだ。やっぱりね、切れ味を追求すると、職人が手作業で打って研いだやつじゃないと、ちょっとゴーサインできるレベルのものじゃないなと思って、これね、実はね、職人が手作業で打って研いでます。魚もさばける包丁を販売していくにあたって、そこはね、妥協できなかった。なんで、ちょっと値段が張ってます。そう、なんで、多分100個ぐらいしか販売できてないんじゃないかな。もう本当に大量生産もできない。シンプルに俺の自己満足の商品。もうこだわった結果この値段になりました。はい。本当にね、これはね、買って後悔しない商品になってるかと思います。そんなこと言っても、結局魚さばけるのかどうかというところですよね。今日はですね、土ほぜり 4.4 キロが仕入れられておりますので、こちらをですね、まずは観察していきましょう。はい、こちらが土ほぜりですね。結構ね、島でもレアな魚で、年に4、5回ぐらいしか上がんないですね。こいつは高級魚のハタの仲間なんですけども、こいつの特徴はね、マジでね、シルエットが可愛い。やば！めっちゃ可愛い。普通の魚よりね、ボテっとしてるんですよね。わからんな。全然可愛くないな、この価格。でも可愛いんですよ。で、土ほぜりはですね、ほとんど素潜りで見かけることないんですけど、一回だけ見たことがあって、もう上から何も見つかってないよ。何も見つかってないけど、垂直に潜っていって、で、こうやって顔を上げた瞬間に、土ほぜりいるみたいな感じになって、魚つきやってる人は土ほぜりつきたいってみんな思ってる。よくわかんないと思うけど、土ほぜりつきたいに俺たちは。で、ガッ、あっ、いたって言って構えてる間に逃げた。土ってね、名前についてるぐらいなんですけど、砂に潜るんですよ。で、砂の上を、こいつはデブだから、こうやって、お腹揺らしながら泳いでる。マジで、もう伝わんないだろうね。
まあ、とにかく可愛いんですよ。まあ、巷ではね、キロ5000円とかで取引されてるような高級魚と言われてるんですけども、島では知名度がなさすぎてそんな高くないですね。で、お腹がね、結構ね、パンパンなんですよね。これね、多分ね、胃袋の中に何か入ってるんじゃないかなって僕は思ってますね。内臓脂肪だったらいいですね。はい、まあ、いつか取りたいなといったところで、早速、さばいていきましょうか。まず、鱗取りをしていきます。僕は正直に言っとくんですけど、こいつ 4.4 キロなんですけど、まあ、このぐらいのサイズの魚をさばくと、まあ、基本的に一回一回包丁研がないとダメです。まあ、それはどんな包丁でもね、包丁研ぐのがめんどくさかったら、でかい魚はさばかない方がいい。ただ、研いで切れるようになるかどうかっていうのは、包丁のスペック次第って感じ。やっぱね、包丁は欠けるんですよ。どうしても。反対側。めっちゃ鱗取りやすいな、こいつ。普通畑って鱗がこびりついてて取りづらいんですけど、超取りやすいですね。ちなみにこれ釣った人が神経締めまでしてくれてるみたいで、食べるのは1週間後とかの方がいいかもね。うわ、これ空気っぽいな。ちなみに 120m の海から上がったらしいんで、パンパンですね。多分空気だな。はい、それではさばいていきましょう。ちなみに出刃包丁とかの方がでかい魚はさばけるんですけど、錆びるんで超めんどくさいんですよね。だからこれぐらいが、まあ家庭用だと最高だと思う。マジで。じゃあ切っていきます。じゃあ反対側。骨の硬い魚だ。やっぱ切れますね。あ、空気やったな。何も入ってないわ。で、ちなみに、こういう薄刃の包丁の場合、関節に包丁入れてあげてください。背骨なんて断ち切ると、一瞬でダメになります。まあ、出刃もそうなんですけどね。で、関節骨に包丁入れて、あとは、ねじると。で、OK。ほとんど油乗ってない個体ですね。ここに内臓脂肪は少しだけある。で、これがね、卵。で、内臓はね、もう、腸までここに来ちゃってる。あ、でもちょっとだけ内臓脂肪あるんですね。浮き袋はこっちに来ちゃってるんで、内臓が頭の方に行っちゃってますね。こんだけ内臓脂肪になったら、まあ少しは期待できそうですね。じゃあ内臓もね、綺麗にしていきましょう。ちなみに土ほずり食べるの僕自身人生初なんでめちゃめちゃ楽しみなんですよね。まあ、多分本土とかだとまず手に入れられない魚だと思います。まあ、スーパーに並ぶことはもちろんないですし、魚屋でも寿司屋でも出ることはないんじゃないかな、なかなか。じゃあ血合いを落としていきます。はい、それでは綺麗になりました。ちょっと血が残ってるけども、じゃあおろしていきましょうか。さて、包丁入りますね。なんか大げさにやってる感じしますけども、結構ね、満足してる。本当に魚さばくのに適した包丁だなと思っております。毎回水気とか切れる人だったらまあ出刃の方がいいよ。でもね、こういうダマスカスって鋼とステンレスを交互にね叩いてるんで、内側は出刃包丁とかと一緒の鋼で硬い素材が使われてて、外側はステンレスの錆びない素材が使われてるっていうね、優れもんなんですよね。かけにくくて錆びにくいという。あ、すげえな油。で、一応、こうやってシュッて腹骨外せるんですけど、1キロ以上の魚はやんない方がいいです。歯が欠けます。そういう時はもうここもハサミでいった方がいいです、ここの骨は。見て、やばい、脂乗ってる。うわ、これやばいな。熟成した方がよかったな。そんじゃ反対側行きましょう。もう油がすごすぎて包丁にめっちゃくっついてくるな。すごいわ、油が。もういつもね、俺は超でかい魚さばくで出刃でさばいてるんですけど、魚屋で働いてた時はね、意外とね、みんな牛刀とか使ってましたよ。これと同じような。じゃあここ切りましょう。腹骨。おー、いい魚だね。もうね、ずっと食べたかった念願の魚なんで、ちょっと結構テンション上がってますね。まあ、いい魚の見分け方なんですけども、もうここまで来たら分かりやすいんですけど、やっぱ脂が乗ると魚ってね、この背中の部分と、あとこの肛門の部分にね、脂がね、ギトンって乗るんですよ。これいい魚です。じゃあ腹骨を落としていきましょう。いや、これはうまいわ。あ、腹骨引くのは、なんなら、出刃よりやりやすいな。う
うわ、これかわいい。もうかわいいっていうのやめようかな。みんなわかんないもん。意味がわからないって多分思ってると思う。じゃあ今度はですね、ここ血合い骨を落としていきます。じゃあ皮を引いていきましょう。もう油でギトギトしてめっちゃ滑るわ。どうでしょうね。皮目油乗ってるといいですね。ちょっと緊張する。皮引くの。よし、どうだ。おお、いいね。美味しそうやな、これは。はい、ということでさばき終わったんですけども、今日はですね、クーネルさんがね、畑はやっぱ酒蒸しがうまいよねって言ってたんで、酒蒸しを作ってみようかなと思うのと、で、もう一品は刺身でいこうかなと思います。ということで早速、やっていきましょう。もうね、包丁がギトギトなんですよ。じゃあ切っていきますか。マジで切れ味いいな。こんな感じ。ちょっとこのサイズを切るには包丁が短いですね。一応包丁って刃渡りっていうのがあって、これはね 180mm ですね。最後ね若干こうやって包丁を立ててあげると角がキリッとするんで気分がいいですよね。ほらこんなもんかな。具材はネギだけでいいかな。シンプルですよ。まず切り身を一つでくっつくんで、ちょっとネギかませときましょう。なんか魚と魚ってくっつくんですよね。こうしてで腹骨使わない手はないでしょ。こんな美味しそうなんですから。ハラミも入れていきましょう。すいません、見た目が美味しそうじゃないんですけども。で昆布も入れていきましょうか。硬い昆布で、ここに料理酒で、鍋にこちら蒸し器を入れていきます。で水を入れる。でこの中に酒蒸しを入れて蓋を閉めるとセット。さて美味しくなってくれよ。蓋閉まりきってないやん。まあええか。さてどうでしょう。おお、いい感じ。昆布は下に敷くべきだったな。ほんの少ししか酒入れてないのにめっちゃ水出てる。いい感じですね。はい、じゃあラスト刺身を引いていきましょう。これだとねさすがにでかすぎるんでこんぐらいにしますか。やっぱ一口で食べれるかどうかっていうのは結構重要ですからね。刺身も普通に切れますね。はい、こうですね。いい感じです。じゃあ最後レモンでも乗っけておきますか。今日は珍しくラディッシュも買ってきました。かわいい。あらかわいい。完成です。はい、それでは完成しました。いただきます。じゃあまずは酒蒸しからいきましょうか。酒蒸しはポン酢でいただきます。おお、すごいね。ほろほろや。ポン酢とあと柚子胡椒ですね。これ僕柚子胡椒好きなんですよ。うわ、油めっちゃ出てきてるやん。すごい油出てきてますよ。じゃあいただきましょう。ちょっと待って、これマジかマジか。ちょっと待ってよ、これ待て待て待て。マジかマジか。ちょっと待って、これマジか。やばいやばいやばい。ちょっと今日包丁の紹介の動画だったんですけど、もうちょっとそんなんどうでもよくなるくらいうまいな。びっくりした。やっぱこれはやばい。うまいのもっと上の言葉で言いたい。めちゃめちゃうまいですね。食感はねふわふわトロトロな感じで、結構口の中でとろけるような感じで、で皮はねゼラチン質でプルッとしてるんですね。でなんだろう、油の旨味がすごすぎる。これはうまいわ。マジ無理。マジで無理だこれ。正直申し上げます。マサルチャンネルが始まってからだいたい多分150から200種類ぐらいの魚食べてきてると思うんですけど、一番うまい。北海道で食べた松川っていう魚が暫定1位だったんですけど、抜いた土ホゼリ。もう土ホゼリです。うわマジか。土ホゼリの酒蒸しが一番うまいわ。普段ね動画だと変なものばっか食べてますけど、言うて高級魚とかもねちょこちょこ買って食べてるんですよ。中でもうまい。やば、これうまいな。マジか。
やっぱね、味が濃い魚ってちょっとまあやっぱりどうしても下品になっちゃうんですけども、上品でありながらこの旨味、もうこれやばいわ。ちょっと人にあげようかと思ってたけど、全部自分で食おうかな。クーネさんの言う通りだわ。あの人の言う通りにしとけばいいわ。うまいわ、高梨。激うま。なくなってしまった。悲しい。もう一回作る動画外で。うわー、やばいなー。まあ、このぐらいうまいんだったらもう言ってもいいと思う。頬が落ちるわ。絶望的にうまいわ。じゃあ刺身に行きましょう。いただきます。いや、うめえじゃん。刺身も。めっちゃうまい。めっちゃうまい。ただ、まあ、刺身に関しては一番ではない。めっちゃ美味しいけどね。鮮度が過ぎて身がブリブリなんで、1週間ぐらい寝かして食べた方が多分うまいわ。刺身はね。だからもう普通に刺身も、高級な店で出てくるレベルに全然うまいです。いい魚だね。本当に。いい魚だ。でも今回土ほずりの宣伝みたいになってない？土ほずりだって買えないから買おうとしても。はい、それではごちそうさまでした。ちょっとテンション上がりまくりの動画だったんですけども。で、今回ついに発売されるこちら、マサルのオリジナル包丁なんですけども、箱とか見せるの忘れてたなと思ってて。まあ、こんな感じですね。こんな感じの箱になっております。もう結構ね、箱もね、かっこよくて、最高のデザインに仕上がってるんじゃないかなと。で、開けるとこんな感じで包丁が梱包されてて、これかっこよくない？この黒いやつ。で、これを外して、で、こうやって使えるようになると。めちゃめちゃ渋いよね。まあ、概要欄の URL から購入できますんで、気になる方はぜひぜひ購入してみてください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、